はい、ということでね、次にね、向かいたいと思います。はい、道路がね、ちょいちょい工事してて、こんな感じで止まるんで、このタイミングでね、パンとかかじってます。フジパンのデニッシュレーヌですね。フルーツが入ってないんでね、多分カロリーゼロだと思うんで、味わって食べたいと思います。町の方までね、降りてきました。一直線の道ですね。羨ましい。あ、こちらですね、多分駐車場は。はい、ということでね、11時35分、萩原寺さんに到着です。場所はね、あちらの方にあるんで、早速行きたいと思います。少しね、オンタイムに戻ってきたんで、ちょっと今現状で5分遅れぐらいなんですけども、ほぼほぼオンタイムなんでね、少し余裕はあります。だけども、またしてもね、なんか門の上に向こうに何か嫌なものが見えてますね。あんましたくさんの階段じゃなかったら助かるんですけども、さっきの階段ね、本当にきつかったからね、もうむせて大変でした。日頃の運動不足がね、よくわかるような霊場でした。よいしょ。はい、ということでね、こちらが本堂なので、早速ね、参拝したいと思います。はい、それじゃあね、参拝が終わったんで、今からね、御朱印と年次をね、いただきに行きましょう。さっきね、実はね、僕ね、納経お願いしますって言ったらね、あ、御朱印ねとかって言われて、教えていただきました。そうよね、だから御朱印って言うのに、納経って書かれてるから、納経って思ってました。御朱印くださいって言うみたいですね。門前の休憩所、修安にて、納経をいたしております。こちらのね、休憩所さんの方でしていただけるみたいです。よろしくお願いします。はい、あとお年次も男玉をお願いします。はい。ありがとうございます。嬉しい。はい。ありがとうございました。すいません、どうも。はい、ということでね、16番令和の萩原寺さんのね、御朱印をいただくことができました。で、あとね、年次もね、いただくことができました。バッチリですね。あとね、みかんもいただきました。嬉しいですね。ということでね、萩原寺さん回ることができたんで、17番目のね、令和に向かいたいと思います。はい、で、今、車に持ってきたら11時57分ですね。7分ほどね、ちょっと押してるような状況ではあります。ということでね、次の神主さんに向けてね、出発したいと思います。お次はね、17番目です。行きましょう。すごっ。はい、到着なんですけども、これすごいですね。ダムかな、万能池ってなってるんですけどね、めちゃめちゃ綺麗な池ですね。はい、ということでね、到着時刻はね、12時38分です。もう38分かかりましたね。で、あちらがね、17番令和の観音寺さんなんでね、早速行って参拝したいと思います。はい、こちらがね、神宮寺さんの本堂ですね。で、早速ね、参拝の方させていただきたいと思います。参拝が終わったのでね、今度は書いてね、いただきに行こうと思います。すいません、よろしくお願いします。御朱印をお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。あと、男玉をお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、神宮寺さんの御朱印をいただきました。細身な感じでね、かっこいい時代ですね。で、あとね、年次もいただきました。はい、ということでね、18番の札所にね、向かおうと思うんですけども、その前にね、こちらの方に弘法大師さんのね、像があるということなんでね、ちょっと見させていただいてから行きましょう。すごい大きいなんですけども、こちらで向いてる方向が万能駅の方を見てるんですよね。そりゃ釣りしちゃいけんわ。ちょっとろうそくとね、お線香をあげさせてもらったんで行きたいと思います。わかりますかね、これ池ですよ。これすごいでっかい、めちゃくちゃでかいです。海かいうぐらいの広さがあります。釣りがね NG な池なんで、多分ここの魚はね、ウブの魚が多いと思うんで、すぐにね、魚が釣れそうですけども、NG ですね。じゃあ、車に戻りましょう。はい、ということでね、17番令和の神主さんの方をね、後にしたいと思います。それではね、行きましょう。
残すところあと3カ所ですね。今の時刻がね1時20分ぐらいなんで、なんでしょう、回れるとは思うんですけども、実はねちょっと怪しい情報を手に入れまして、というのもね、その最後の20番目の霊場に行くのに、普通この道通りなさいよっていう道があるんですけど、そこがね異常なくらい険しいっていう風にね今聞いたんですよね。実はとある情報筋からこう迂回路みたいなのもね教えてもらったんですけども、その迂回路を通るべきか、それともなんだろう、わざわざその道を通ってみるかっていうのをねすごい悩んでて、頭をね悩ましてます。ちょっとねしっかり考えて決めたいと思います。はい、ちょっと多分こちらですね。ちょっと分かりづらくてね、あれってやってたら着きました。はい、ということでね、1時38分到着ですね。こちら海岸寺さんです。早速ね参拝に行きたいと思います。行きましょう。はい、こちらがね海岸寺さんの本堂ですね。参拝ねしていきたいと思います。行ってきます。はい、ということでね海岸寺さんで参拝が終わったんですね。早速ね納経していただこうと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでね、海岸寺さんのご朱印もいただきました。すごいなんかデザイン的な感じがあってかっこいいですね。あと男玉もねいただきました。18番ですね。はい、ということでね海岸寺さんの参拝は終わったんで、次のね19番目の霊場の方にね乗り換えたいと思います。行きましょう。はい、ということでね車に戻ってきたら1時56分でした。やっぱし20分ぐらいかかりますね。で次の19番の霊場は高財寺さんっていうところなんですけれども、ここからね距離にして 30.7 キロで1時間3分かかるらしいです。ですのでね到着時刻が3時ですね。結構時間かかりますね。でもなんとかね20番まで回れそうな気がするんで頑張っていきたいと思います。ということでね19番霊場の高財さんに向かって出発です。みたいですね。ここを入っていけばいいのかな、駐車場。違ったらどうしよう。あっとったんか。よかったよかった。こうですね。こちらが駐車場ですね。はい、到着です。はい、ということでね、現在時刻2時47分ですね。に到着です。意外と早く来れました。それじゃあね、高大寺さんの方にね、参拝しに行かせていただきたいと思います。はい、こちらがね高財寺さんの、本堂ですね。早速ね参拝させていただきたいと思います。はい、ということでね、参拝が終わったんで御朱印の方をね書いていただきに行きましょう。いろんなものがね豊富ですね。売られてるものが中にはね般若心経ジグソーパズルというのもありますね。子供が一番喜ばないやつかもしれません。よろしくお願いします。はい、男玉をお願いします。ありがとうございました。はい、ということでね、19番霊場の高財寺さんの方でね、御朱印とお念珠の方をね、いただくことができました。はい、ということでね、これでね、1から19番まで回れたんで、残すと最後の霊場の方にね、行きたいと思います。気がついたんですけども、こっちが駐車場でした。僕はね、こっちの広場かと思ったんですけども、どうやらこちらの方がね、駐車場だったようですね。おトイレもありますんでね。はい。ということでね、もう車に戻りたいと思います。はい、ということでね、車に戻ってきたら3時9分でした。で、最後の霊場がね、大滝寺さんっていう場所ですね。20番目の霊場となります。で、こちらに行くのにね、すごい山の頂上にあるんですけれども、こっちから回ったらね、41キロしかないけども、1時間24分かかるって言ってるんですよね。で、まあ、ギリギリ間に合うだろうとは思うんですけれども、ここはね、なんかすごくもう相当険しい道らしいんですよね。で、どうせ行くんだったら、こう回ってからこう上がった方が早いですよというふうに言われたんですよね。でね、こっちを回ったらね、2時間8分で 61.9 キロになっちゃうんですよね。だったらね、5時に絶対間に合わないと思うんで、僕はやっぱし険しい山っていうのをね、登っていきたいと思います。このルートですね。ですので、今3時13分なんで、ギリギリつけると思うんで、頑張っていきたいと思います。はい、ちなみにね、今の時刻は4時ちょうどです。残りのね、距離が 19.7 キロですね。ナビによるとね、約40分で着きますよと言ってくれるんですけども、本当でしょうかね。ちょっと頑張っていきたいと思います。
はい、ということでね、山道に差し掛かりました。ここからね、あと11キロほど距離があるらしいです。で、今の現段階ではね、まだ広い道なんですけども、これがだんだんと狭くなってくるようです。1.5 車線ぐらいに減りました。これは狭い道になってきた気がしましたね。路面も湿ってるんでね、ちょっと気をつけないといけませんね。残り6キロぐらいの地点まで来ました。一本道になりましたね。確かに対向車が来たら本当にかわいそうないです。もう今からね、ライトをつけて走行しましょう。すごいな。確かにこの辺だったらね、車かわせないかなっていう感じですね。はい、残り 2.4 キロ。どっちどっちちょっと待って、どっちやばいですね。どっちちょっとわからなくなりますね。本当にこれ。わかりました。左側ですね。こっち側みたいです。行きましょう。こっちここなのかな。ここは路地になるのかな。みたいですね。ここは車を止めれる場所がないんでね、この右手にね、広場が、ちょっとした広場があるんで、ここに止めます。はい、到着です。で、今の時間なんですけども、4時38分です。間に合いました。大滝寺さんにね、間に合いました。やりましたね。でもね、農協してもらってからがね、本当のゴールなんで、今からもう早速ね、行きたいと思います。じゃあね、最後の参拝をね、させていただきたいと思います。はい、ということでね、最後の参拝が終わりましたので、御朱印の方をね、いただきに行きましょう。御朱印をお願いします。はい、ありがとうございます。あと、男玉をお願いします。はい、すみません、どうも遅い時間にすみませんでした。ありがとうございました。よし。やりました。ついにね、最後の20番令和のね、大滝寺さんのね、御朱印もいただきました。シュッとされてる御朱印です。で、あとね、念願の年次もね、手に入れました。20番です。これで、年中が1番から20番までの20個と、あと、親玉が1個のね、21個の数珠が集まりました。やりました。長い戦いでした。今の時刻はですね、4時54分です。もう本当にね、ギリギリのギリギリでした。ですのでね、1番目からね、2番目まで58時間で回ることができました。すごいです。やりました。というかね、そういった競技ではないんですけどね。はい、ということでね、20箇所の御朱印と20箇所分のね、年次を手に入れたんで、これで、今回のね、動画は終わりにしようと思うんですけども、いや、実はね、これで終わりにはならなくて、この今手元にある年次をですね、数珠の格好にしてもらわないと、数珠として使えないんですよね。ですので、これ今の状態では数珠ではないと。数珠の玉だけの状態なんで、これを数珠にしてもらわないといけません。で、実はですね、香川県の帰り道の近くの方にですね、そういったことをしてくれるお店がありまして、ちょっとお電話させてもらったらね、お店開けててくれるっていうことがあったんで、今からね、そちらの方行きたいと思います。ちなみにね、ここからね、また1時間ぐらいかけて移動しないといけないんで、今58時間経過してますけども、あと1時間かけて行きたいと思います。はい。で、その目的地の方がね、こちらですね。香川県のね、さぬき市の方にあるんですけども、現在地から、41.5 キロですね。離れてて、1時間24分かかるそうです。5時閉店なんですけども、ちょっと先に電話してからね、開けてていただくことにしたんで、今からもう大急ぎでね、行きたいと思います。ではね、最後の目的地に向かって出発です。すいません。来た道ではなくてね、もう一個、違う側から登る予定だった道の方をね、示しました。こっちの方がね、広いと言われてた道ですね。こっちを通りなさいということなんで、ちょっとね、行きたいと思います。あ、本当だ。本当にね、めちゃくちゃ広い。
はい、ということでね、到着ですね。こちらはね、年中をね、数珠にしてくれる H 会さんというところですね。ネットでね、見て、こちらに来させていただきました。で、現在の時刻がね、6時15分ですね。1時間ぐらいで、たどり着きました。無理やりね、上げてもらってるんで、今から行って、数珠の依頼をしようと思います。行きましょう。あ、すいません。遅くなりました。ちょっとね、今回集めた分をちょっと並べてみましょう。よいしょ。あれなんでこれ女玉なんです。10番。すごいね、衝撃的なことが分かりました。これがね、10番の年中なんですけども、これだけね、女玉って言われるね、女性の玉だったようです。これ、すごいちょっとショックですね。何かの手違いでね、女玉をいただいちゃったみたいですね。すいません、突然なんですけどもね、お店の方がね、これ持たれてるんで、交換していただけるということになりました。本当にね、申し訳ない、本当にありがとうございます。で、H 会さんの方にね、来させてもらったのがね、ネットで注文するよりも、こうやってたくさんね、房とか、こういうようにね、挟む玉とかが選べるんで、ちょっとこちらの方に寄らせていただきました。はい、ということでね、組み合わせ決まりました。黄色の房に、このオレンジ色の玉っていうね、組み合わせでいこうと思います。これでね、ランタイムカラーですね。はい、それではね、よろしくお願いします。はい、ということでね、数珠にしてもらうお願いをね、してきました。今の時間はね、6時57分ですね。ギリギリね、なんとか全部の工程が終わることができました。ですので結局ね、59時間57分で年中をいただいて、数珠にしてもらうお願いまでできたという格好ですね。よかったです。で、今回ね、このフリードスパイクの方でね、回らせていただいたんですけれども、なんで数珠がいたんだとか、なんでフリードスパイクに関係があったかっていうのはね、ちょっとお話は今回はさせていただかないんですけども、本当にいい旅ができてよかったです。数珠の仕上がりの方は4、5日でできるっていうお話だったんで、ですのでね、この2週間後の週末で必要だという部分の時にはね、ちゃんとそちらの数珠を使っていきたいと思います。はい、こんな感じですかね。今回は本当にね、バタバタな旅でから、別格20カ所をね、2泊3日で回るっていうのはね、ちょっと忙しすぎる旅ではあったんですけども、実際ね、交通違反ともなく、もうずっとね、一般道を通って回って、参拝の方もね、させてもらって、っていう格好だったんで、まあ、きちんとね、回ることができたんじゃないかと思います。ですので皆さんもね、また機会があったらね、別格20カ所の方、回ってみてください。ちょっと忙しかったですけどもね、こんな感じで回れるんで。はい、こんな感じですかね。じゃあね、あとはもうゆっくり運転していかれたと思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。